皆さん、ミクリアルジャパニーズチャンネルへようこそ。ちょっと機嫌悪そう。眠たいの？はい、皆さんこんにちは。今日もライフアップデートの動画を撮りたいと思います。こうやって一人で話す動画が結構皆さんに人気で、もっとこういう動画を作ってほしいっていうリクエストが結構あったので、今日も一人でベラベラ喋る動画を作りたいと思います。はい。ということで、今日のトピックは、なんで日本を選んだかです。っていうのも、今私はアメリカにいるんですけど、12月末に日本に帰る予定です。すいません。もうすぐクリスマスなので、めっちゃクリスマスの服を着てるんですけど、多分この動画をアップロードするのは12月末か1月だと思うので、すっごく季節外れな服なんですけど、すいません。そう、12月末に日本に帰る予定です。今まで日本にも海外にも住んだことがあって、どっちに住むか結構悩んでたんですよ。日本か海外か。もともと私は日本に住みたくなかったから外国語を勉強したんですよ。スペイン語と英語を勉強したんですよ。でも結局やっぱり日本がいいなって思ったので、今日はその理由について話したいと思います。はい。リストを作ってきたんですけど、10個主に理由があります。じゃあ一つ目から言っていきますね。一つ目は、日本はすごく小さい国だけど、本当にいろんな面白いところがあって、それぞれの地域に特徴があるので面白いです。皆さんは日本って聞くと何を思い浮かべますか？日本に来たことがない人はきっと東京とか、大阪とか、そういう大きい街を思い浮かべると思うんですよ。テクノロジーとか、そうですね、東京タワーとか、そういうことを思い浮かべると思うんですけど、本当に日本にはいろんな面白いところがあります。で、さっきも言ったように地域によって特徴があって、例えば綺麗な海で泳ぎたかったら沖縄に行けばいいし、冬のスポーツとか雪を楽しみたかったら冬に長野県とか北海道に行けばいいし、ハイキングをしたかったら、長野県とか、そうですね、富士山とか、いろんなところにハイキングスポットがあります。で、あと温泉、日本は温泉で有名ですよね。温泉に入りたかったら、例えば、箱根とか、大分県とか、草津とかね、たくさん温泉が有名なところがあります。あとは食べ物も地域によってそれぞれ名物があるので、旅行に行くといろんな食べ物を楽しむことができます。だから日本って小さい国なんですけど、何でもあると思うんですよ。そうですね。東京だけじゃなくて、いろんなところに行ってみてほしいです。うん。だからその海外にももちろん綺麗なところたくさんあるし、本当に素晴らしい景色の場所もたくさんあるんですけど、日本に住んでいるだけでたくさん楽しめるなって気づきました。はい、次二つ目は、欧米に比べて家賃と家が安い。これ本当にそうだと思います。今アメリカにいるんですけど、アメリカって家賃高いですよね。アメリカの前はオーストラリアにいたんですけど、オーストラリアもめっちゃ高かったです。で、いろんな海外の友達に聞くと、家の値段がどんどん上がっているって言っていました。日本は、人口がどんどん減っているので、中古の物件、中古っていうのは新しいものじゃなくて、誰かが住んだことがあるところですね。家だけじゃなくて中古っていうと、誰かが使ったことがあるものもそうですね。例えば中古の本とか中古本っていうと、誰かが読んだことがある本
っていうことですね。新しい本ではないってことです。だから中古のマンションとか一軒家だとそんなに高くないと思います。国によっては日本よりも安いところもあると思うんですけど、欧米に比べると日本の家賃も家も安いと思います。例えば私は京都で一人暮らしをしたことがあるんですけど、その時は 1LDK、リビングとかキッチンがある部屋と、あともう一部屋で、結構街の中心にそのアパートはあったんですけど、7万5千円でしたね。だから今だと500ドルぐらいかな。そう。でも、アメリカは日本よりもアパートのサイズは大きいけど、アメリカで 1LDK のアパートを借りたら1000ドルを超えますよね。1500ドルとか。で、しかもそれはニューヨークとかロサンゼルスとか大きい街の中心のアパートじゃなくても、結構田舎でも 1LDK は1000ドル以上だって聞きました。そう。だから、住むのは結構安いと思います、日本は。はい。だから、それも、やっぱりね、大切なことですよね。生きていく上で。家賃とか家って大切ですから、それが安いのはすごくいいなと思いました。はい。三つ目。三つ目は、接客、カスタマーサービスが丁寧。これは、今までも何回も言ったことがあると思うんですけど、本当に、日本に帰ってきていつも思うのは、みんな丁寧だなっていうことですね。みんな丁寧で優しいなっていうことですね。今年インドネシアのバリに行ったんですけど、バリのホテルでちょっと問題があって、もうそこには泊まれない状況になったんですね。いろいろ問題があって。で、ホテルの人にその問題について話して、返金してください。もう私たち今日チェックインしたけど、チェックアウトするので予約した分の宿泊代を返金してくださいって言ったんですね。じゃあ、なんか怒られてちょっと怒って、いや、そんなことできないよって言われたんですね。で、booking.com で予約したんですけど、その booking.com の日本のカスタマーサービスに電話したんですよ。じゃあ、その方は本当に優しくて、それは本当に大変でしたね。眠れなかったのはすごく大変だったと思うんですけど、体調大丈夫ですかって言ってくれたんですよ。もうその言葉で泣きそうになって、やっぱり日本人のカスタマーサービスとか接客って本当に丁寧だし優しいなと思いました。そんなこと別に言わなくてもいいじゃないですか。大丈夫でしたかとか、大変でしたねとか。でも本当にその方は、本当に大丈夫ですかって聞いてくれて、やっぱり日本のカスタマーサービスはいいなと思いました。で、そういうホテルとか空港とかだけじゃなくて、どこに行ってもみんな優しいなっていうのはいつも思います。例えばコンビニの店員さんとか、駐輪場、自転車を置くところにいるおじさんとか、高速の料金所、高速でお金を払うところに立っている人とか、本当にね、どこでもみんな優しいなっていう印象があります。だから好きです。はい。そうで、みんなちゃんとするんですよね。自分の仕事は責任を持ってするっていう考え方が日本にはあるので、適当にしない。で、もっと若い頃は、海外のそういうあんまり丁寧じゃない接客とかも面白いなって思ってたんですけど、最近はやっぱりちゃんと仕事をするとか、ちゃんと丁寧にする
っていうことがすごく大事だなと思うようになったので、日本人のそういうところは大好きです。次4つ目。4つ目は、道にゴミ箱がないのに道がきれいっていうことです。まあ、そうですね。ゴミは自分で持って帰るっていう考え方が日本人は強いのかなと思います。まあもちろんポイ捨てする人もいるんですけど、基本的に自分のゴミはちゃんと自分で持って帰るっていう習慣があるような気がします。だからゴミ箱が道になくても道が綺麗なんですよね、いつも。そういう大きい街、例えば東京とかに行っても道が綺麗っていうのは、当たり前だと思ってたんですけど、日本に住んでた時は。でも海外に来て初めて、これってすごいことなんだなと思いました。で、日本では時々、朝歩いているとボランティアでゴミを拾ってる人がいるんですね。もちろん海外にもいると思うんですけど、そういう、日本人のみんなで街をきれいにしようっていう考え方もいいなと思いました。はい。時々ゴミ箱がないのは不便だなと思うんですけど、でも道がきれいなのは本当にいいですね。はい、じゃあ次は、公共交通機関が発達していて、車を運転しなくてもいいことです。これは大きいですね。私は車運転しないので、これは私にとって大きいです。電車とバスと自転車だけでどこにでも行けるっていうのは自由を感じますね。本当に。特に車社会の国だったら本当にどこに行くにも車を運転しないといけないじゃないですか。でも日本だと基本的に、場所にもよるんですけど、例えば沖縄は車社会だから車が必要なんですけど、京都とか、東京とか、そうですね。そういう街に住むと車は必要ないので、それは大きいなと思います。車が必要じゃないだけじゃなくて、新幹線に乗ればどこにでもすぐ行けるっていうことも大きいなと思います。やっぱり小さい国だから移動しやすいですね。大きい国だと違う街に行くだけで結構時間かかるじゃないですか。でも日本はコンパクトなので、電車とか新幹線でどこにでも行けるのはすごく好きです。便利だなと思います。だから違う街に住んでいる友達に会いに行くのもそんなに難しくない？それはいいなと思います。はい、じゃあ次、6つ目。6つ目は、四季があって行事もたくさんあるから楽しめる。もちろん他の国でも四季がある国はたくさんあるので、日本には四季がありますよ、日本だけですよって言ってるんじゃないんですけど、日本のいいところはその季節によっていろんな行事があるっていうことです。例えば、春が来るとみんな桜を楽しみにしますね。で、桜の季節が来るとみんなでお花見したり、朝の散歩で桜を楽しんだり、そういう一年に一回の楽しみがあってすごくいいなと思います。夏になるとお祭りがあるし、花火があるし、秋になると紅葉が楽しめるし、冬になるとね、雪祭りとか、スキーとかスノボをする人はそういう冬のスポーツを楽しめたりとか、ね、そういうふうに季節によって楽しめることがある。楽しいイベントがあるっていうのは、楽しいですね。本当に飽きないです。いろんな行事があることはすごくいいなと思います。はい。じゃあ次どんどん行きましょう。7つ目。7つ目は、静かだから落ち着くっていうことです。これはね、その場所にもよると思います。例えば大阪の道頓堀とかに行くと静かじゃないので、私は落ち着かないんですけど、基本的に例えば電車に乗ってもみんな静かですよね。で、お寺とか神社に行っても日本人みんな静かなんですよ。
周りの人のことをすごく考えてる人が多くて、あんまりその雰囲気、その場の雰囲気を壊さないようにする文化があるなと思いました。大阪はちょっと例外だなと思うんですけど、大阪人はおしゃべりなので、大阪で電車に乗ると東京に比べて結構大きい声で喋ってる人がいるんですけど、電車だけじゃなくて、そうですね、やっぱり神社とかお寺に行くとみんな静かなのはいいなと思います。これはその人の好みだと思います。賑やかなところが好きな人もいれば、結構静かなところの方が落ち着くっていう人もいると思うので、人によると思うんですけど、私はそうですね、日本の静かな雰囲気が結構好きです。はい。はい、じゃあ次、8個目。文化が深くて面白い。日本語を勉強してる人の中にも結構日本文化が好きっていう人が多いんですけど、本当に私も大好きで、まだまだ知らないこともたくさんあるなと感じます。特に、茶道とか、生け花とか、そういうことを、やらせてもらったこともあるんですけど、奥が深くて、その一つ一つの動きとか、一つ一つの、プロセスに意味があるので、そういうことをそこまで深く極めた昔の日本人はすごいなって思います。だからそういう日本人が大切にしてきたこととかをもっと勉強したいし、もっと学びたいなと思います。まだまだ私も知らないことばっかりなので、これから日本に住んでいろんなことを学んで、いろんなことを皆さんにシェアできるようにしたいなと思っています。はい。私は日本語を教えてるんですけど、日本語もすごく深い言語だなと思います。だから、皆さんにもそういう日本語の美しさとかをシェアできるように、これから頑張りたいです。はい。じゃあ次行きましょう。はい。次なんだっけ？次は子供が一人で道を歩けるぐらい安全な国っていうことです。これは私は子供の頃からずっとそうだったので、当たり前だと思ってたんですけど、スペインにも住んだことがあるし、メキシコにも住んだことがあるし、今はアメリカに3ヶ月滞在してるんですけど、やっぱりどこに行っても子供だけではいないんですよね。絶対に大人が一緒にいるんですよ。でも日本って本当に公園に行くと子供だけで遊んでるし、子供が一人で電車に乗って学校に行ってるところも見るし、本当にね、安全だなと思います。だから子育てしやすい場所ではあるなと思いますね。子供だけじゃなくて、女性も夜安心して外を歩ける国だから、それは本当に大きいなと思います。私にとって自由は結構大事なので、自由に夜お腹が空いた時にコンビニに行けることとかそれが一番大きいですね。自由にコンビニに行けること。で、何時でもコンビニでアイスを買って食べれることとかも、そういうことはすごく小さいことなんですけど、いいなと思います。海外に行くまでは当たり前だと思ってたんですけど、やっぱり日本は安全ですね。はい、最後は、財布とか携帯を落としてもかなり高い確率で帰ってくるっていうことです。これは私にとっては結構大きくて、私結構物なくすんですよ。今まで財布と携帯を落として帰ってこなかったことがないんですよ。近くの交番とか駅に電話すると、絶対誰か財布とか携帯を届けてくれてるんですよね。本当に優しいなと思います。で、一回携帯を落とした時は、私が多分落としたところから、交番、一番近い交番まで結構遠い
距離だったんですけど、そこまでわざわざ拾った人が届けてくれて、本当になんていい国なんだと思いました。世界中どこに行っても優しい人はたくさんいると思うんですけど、これに関しては、やっぱり海外で物を落とすと取られてしまうことの方が多いと思うので、そういう日本人の優しいところとか、日本の治安の良さは本当に感謝しないといけないなと思います。はい、ということで、これが私が日本に住みたい理由です。もちろん日本も完璧な国ではないので、改善できるところはたくさんあると思うんですけど、私にとって日本は住みやすいところだなと今年気づきました。だから、来年から日本に住む予定です。日本に住んで皆さんがもっと楽しく日本語を勉強できるようなコンテンツを作りたいなと思います。はい。ということで皆さん、今日も私の動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー。